こんにちは。今回は無色転生第2期第21話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。ロキシー師匠いちいち可愛いな。嫁にしたい。ロキシー師匠が完全に恋する乙女だったな。感動の再会にはならず、リバースするルディには笑ったわ。ロキシーちっこいの。ルディがでけえのか。嫁の話は先送りか。ルーデウス王とロキシー失禁と感動的なのに残念な再会だな。ロキシー可愛すぎだろ。ロキシー可愛かったの。今でもパンツ大事にしてますって言ってやらないと。やっぱりロキシー可愛い。ロキシーすっかりメスになってしまったな。師匠に普通ははずの結婚したことを言わないのは無意識の男の本能なのか。恋人じゃないです。別に嫁はいます。パウロたちには言ってるし、ロキシー助けた後はボタボタだったから。いきなり息子に浮気を勧める父親。やべえ、続き気になる。やっぱロキシー可愛いな。すごいちゃんとしたファンタジーアニメみたいだった。ロキシー可愛いで終わった。ちゃんとロキシー視点の話から始まったね。理想の男性、父の話はなかったけど。可愛いかい。作画がちょいちょい怪しかったが、戦闘あり、日常あり、エピソードの補足ありと良い回だったな。そしてやはりパウロとルディのやりとりはほっこりするな。パウロとの剣の会話はによりだな。良い兄より。そりゃショックだわな。つうても吐くほどかと思うけど、神様だもんな。ほんとどしがたい。恋する乙女になった。ロキシー心可愛すぎだろ。アバンだけだし短かったけど、階層入ってホッとした。これがないとこの後のロキシーの気持ちに説得力がな。もうロキシーだけでいいんじゃないかな。しかし見た目も声も態度も可愛すぎだろロキシー。ロキシー、私はいつか男らしく背がスラッと高くて、でもまだ子供っぽい表情をする青年に迷宮の奥底で偶然助けられるんです。そしてそのまま力を合わせていくうちに互いに恋が芽生えて迷宮を脱出したところで、一期で言ってたセリフだけど後半は実現しようと迷宮攻略に誘ってやがる。ルディとデート、迷宮探索の約束取り付けるとか、ロキシー師匠結構肉食系なんやな。男あさりに熱中潜って単独攻略した女だからな。なお、本命の男あさりは失敗した模様。壁の向こうの1ヶ月ものロキシーの香りを嗅ぎつけたのか、サスルーデウス。この子が圧倒的ヒロインだわ。マジで可愛すぎ。明らかに気合入ってたな今回。やっぱロキシーだわ。一生僕結婚したんですよって言ってもよかったのでは。原作の絶望感が足りない。もっと死にそうなロキシーが見たかった。完全にメスの顔ですわ。さすがに主人公が浮気するようなアニメじゃないよな。まあロキシードンマイ。親父と同類だぞ。てか師匠と再会して一緒に飲んだりもしてるのに、結婚したこと報告しないか普通。ロキシー相変わらず陰気屋っぽい。確かに3人の中では陰キャだな。シルフィは陰気屋とはまた違った感じ。ナチュラルぼっちだからね。床を壊さないと見つからない階段の先に人がいるわけないだろう。ここらがパウロの終着点か。ロキシーの声がやけに幼児化してなかった。大丈夫ギース死なない。ギースは死亡フラグ出してないだろう。デニスに近づいたか。無色面白くなってきたな。1時間番組にしてくれ。ダンジョン内でも魔法使えるメンバーいると便利だな。どこかのパーティーのアークウィザードはダンジョン内では役立たずだから。宴会芸は得意だから。ドラクエじゃ魔法使いはあまり役に立たなくなる。来週はニュータイプの修羅場が見れそう。これはつまり上野は全部とも罠だったってことか。デスポエムがないから誰も死なないだろ。あれって絶えず視聴者に覚悟しとけよと伝えていて、実はうまいやり方だったのかなと思えてきました。来週が待ちきれねえぜ。原作読みたいが我慢。こういうの逆に裏ボスへの直通だったりするよね。ネタバレになるんかな。
この洞窟は誰が何のために作ったんや。この世界の迷宮は昔の魔族が作った生物説があるらしい。だいぶ面白くなってきたな。やっぱロキシー必要だったか。ルギはロキシーが初恋なの？それともシルフィ？エリスじゃね。やっぱ正ヒロインが出てくると面白くなるな。そうか、エリナリーゼ以外、ルディが結婚して子供いるの知らないのか。子供はまだや。ロキシーかわいいかわいいなのだった。しかし原作読んでる時も思ったが、ロキシー救出後にあれだけ一緒にいて、師匠に結婚と出産予定を話さないもんかね。無職転生はとちょいこういうところがあるのがな。七星の話が出た時に嫁がいるって言わないのがね。お前だったら話す。俺は絶対話さないわ。ロキシー視点カットされたって動画出してた奴らは、謝罪動画出す羽目になったな。ロキシーって現代日本だったら絶対ホストにハマるよね。ダンジョン探索で稼いだ金をホストにつぎ込むロキシー嫌だ。しかし今回のロキシーはやたらブリブリしてたな。上名村の頃の思い出話は兄折だったな。これまでなんでロキシーが捜索に協力してるかはっきり言ってなかったし、良い保管だ。ずっとこれが見たかった。一期一話でロキシーに釣られて一気にハマったけど、釣った魚に餌はやらない状態だったからな。3年越しでようやく報われたわ。ロキシーの仕草よかったね。アニメはストーリーは盛らないでいいから、こういう細かい仕草でモリモリにしてほしい。今回、前回どころか一気見きで欲しかったものが全部お出しされた感じだ。最高か。ロキシーがめっちゃ乙女で可愛すぎた。でもルディが既婚者だと知った時どうなるんだろう。ついにロキシー師匠を救出。成長したルーデウスのことがわからなかったり、照れたりもじもじしたりの一挙手一投足が可愛すぎてもだえてしまうな。いいところを見せようとするパウロも、すごく等身大で良いスパイスだ。一人の女性としてルーデルスを意識しまくってるロキシーと、崇拝対象として気持ち悪いルーデウスのギャップが視聴者として地味にダメージになる。ルーデウスさん、既婚者なんすよ、ロキシーさん。とりあえず、ロキシーがガチで可愛い回でした。改めて思うけど、水が出せて魔物の肉食べても解毒できるっつったって、1ヶ月も迷宮にこもりっぱなしでいられるの、尋常な精神力やないよな。ロキシーもやっぱただものやないんよ。再登場ロキシーにスタッフの皆さん全振りしすぎてて、全点通してロキシーがずっと可愛かった。こりゃロキシー教に入るしかないから、どなたかご神体を分けてくれませんか。ロキシー、ロキシー。ロキシー師匠が可愛すぎて生きるのが辛すぎる。もし、先に再会したのがロキシー師匠なら、多分そうなってたかもしれないんだよね。それとも今後ロキシー師匠ともそういう関係にならんよな。ルディに対してのロキシーの反応、仕草が可愛すぎる。パウロとルディの会話、多分、そういうこと、なんだろうね。二刀流に例えるのが上手すぎだし、ロキシーの気持ちにも気づくのが早い。さすが、ただ、死亡フラグはやめてくれ。ルディに対して異性として好意を向けるロキシーに対し、師匠への尊敬の意を向けるルディと、二人のじれったい恋模様を見てニヤニヤが止まらない。原作はわからないが結婚していることをロキシーに言わないのは、今は懐かしい師匠との時間を大切にしたい気持ちからかな。ルディに対し乙女の表情を見せるロキシーの心に湧くのは恋心。一方、ルディが既婚者であることを知らないし、ルディも伝えていない。日本の剣への愛着やパーティのモチベ、パウロのセリフからシルフとロキシーのどちらも大切にしろって意図が伝わる。男だね。神の気配、いつも嗅いでる匂い。ロキシーを救ったのか。ベヒーモスの骨格の下で買い物デート。さらに強くなって調子づいているパウロ。そんなパウロがリーダーのパーティー、案外楽しそうだ。強くなるコツ、息子の前でカッコつけること。感動の再会の直後、早速セクハラまがいに匂いを嗅ぐルーデウス。はじめましてと言わればちが当たりましたが笑い。ロキシーは以前語っていた理想のシチュエーションも相まって、完全に惚れて、これから既婚のことを知ると思うと心が痛い。あとはゼニス救出。さっそうと師匠を救出するもまさかの初めまして。リバースするのもわからなくはない。なんだかんだ豆腐メンタルだもんな。
ただ、ロキシーは完全に恋する乙女モード。パウロの懸念はこれな気がする。迷宮探索が順調すぎてこの後がちと不安。しっかりフラグ立てたやついるし。アバン補完があって本当に良かった。ロキシー師匠との交流の一つ一つが心にしみる。脚本の取捨選択の素晴らしさに感銘を受けます。背中合わせ、魔法戦、パウロのクズ顔、そして第6階層の魔法陣の謎を解く時のパーティーの雰囲気。これぞファンタジー。完璧な描写にも感極まりました。思い描いてた理想の出会い方で救われたこともあり、いちいちルディを意識するロキシーがとても可愛かったし、肝心の迷宮攻略もパーティーの見事な連携など、見応えがあってよかったです。それにしてもルディが既婚で、子供も生まれると知ったら、ロキシーはどうするのか気になります。3つの魔法陣で、1つは罠の2択がヒロインズの暗示かなって思ったけど、何か足りない部屋にあったもう1つのルート、遺跡で見つけたのはオルステッドの服。次回のサブタイガー、パーティーの式を気にするパウロっていう親で、これから親になるルディだなって、来週父の日なのもすごい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。